いつもご視聴ありがとうございます。今週のアグレット公式アナウンスまとめ動画となります。年明け早々に風邪をひいてしまいまして大変遅くなりましたが、今年もミンヤグチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。さて、今回のトピックはご覧の通りです。まず週末には80年代の伝説的ヒップホップグループラン DMC との豪華コラボの予定です。大興奮の人もいまいちピンとこない人も、ラン DMC ってどういうグループなのか、そしてイベントの内容について事前にチェックしておきましょう。次に年明けから続いているアグレット1000日目記念のトレジャースタッシュからゲットできる NFT について現時点の状況をまとめました。まだまだ残っていますよ。最後に今後1週間のスケジュールを確認しておきます。それからウィークリーアップデートの曜日が変更された都合で、クリエイターズドロップに採用されたクリエイターさんを事前にご紹介できなくなってしまったんですが、少しだけ作品とご感想など紹介していけたらなと思っています。今回も1月17日のクリエイターズに採用されたきなこさんとブーストゴッドさんにお話を伺っていますので、そちらもお楽しみに。ではまず最初に1月22日日曜日のウィークエンドドロップで登場するラン DMC とのコラボイベントについてです。ラン DMC と聞いておーすごいとワクワクしている皆さんはこのまま日曜日を楽しみにお待ちください。なんかすごいらしいけど何がどうすごいのかは実は知らないという私のような人に向けて解説してみますね。題してラン DMC のここがすごい。大きく分けて2つのポイントがあります。まず1つ目がロックとヒップホップというジャンルの壁をぶち壊したことです。ラン DMC は1983年にデビューしたヒップホップグループで、ヒップホップのアルバムとしては初のゴールドディスクを獲得し、ロックの殿堂入りも果たしているという超ビッグネームです。ヒップホップなのにロックの殿堂なのって思いますよね。実はこのラン DMC がヒップホップとロックを融合した先駆け的な存在だと言われています。エアロスミスのヒット曲 Walk This Way、 バリバリのロックですよね。この曲のサウンドに乗せてラップをするという当時としてはめちゃくちゃ斬新な曲で、これが大ヒットとなりラン DMC の人気を決定づけることになります。ラン DMC を知らなかった人でもこの曲はね聴けばあーってなると思います。実は踊るさんま御殿のエンディングに使われていた曲なんですよね。ちょっとここでは流せないので概要欄にこの曲や代表曲のリンクを貼っておきます。このようにロックとヒップホップの垣根を取り払ってしまった、これが一つ目のラン DMC 伝説です。2つ目にヒップホップといえばストリートファッションというスタイルの元祖であるということなんですね。それまでヒップホップに限らずですが、ミュージシャンというとステージに上がる時には派手ないかにも衣装っていう感じの服装が主流だったみたいなんですね。それに対してラン DMC は自分たちの普段着そのままでパフォーマンスをして、これまたそれまでの常識を覆しちゃったんですね。ヒップホップとストリートファッションという今となっては切っても切れないこのスタイルを確立したのがラン DMC なんですね。黒いハットにアディダスのジャージ、そして足元には靴紐なしのスーパースターを合わせる、これが彼らの代名詞のようなファッションになりました。最初にこの格好をしたのがグループの中でも一番サグ、つまりワルだった DJ のジャムマスター J だったそうです。めっちゃおしゃれ上級者ですよね。最初にその格好で J が登場した時の裏話についてメンバーのダリル DMC マクダニエルズが語っている記事を見つけましたので概要欄に貼っておきます。とてもいいインタビューだったのでぜひご覧ください。こうして彼らは本来はスポーツウェアであったものをヒップホップのファッションに取り入れて、これが世界的なアディダスブームにつながっていきます。で、アディダスが好きすぎてマイアディダスという曲まで作っちゃいます。ライブにアディダスの関係者を招待してこの曲を歌うことになったんですが、そのパフォーマンスの前に観客に向けてアディダスを脱いで頭の上に掲げてくれって呼びかけたんですよ。そうしたら客席全体がアディダスのスニーカーを掲げるお客さんで埋め尽くされていたという、まさに伝説ですよね。そこにいたアディダスの人どうにも抜かれたでしょうね。それまでアディダスはスポーツ選手としかスポンサー契約を結んだことがなかったんですが、音楽アーティストとして初めて契約を結ぶことになったのもまたラン DMC であったと、もう何重にも伝説的な存在なわけです。こうやってファッションとしてのスニーカーを広めた元祖と言ってもいい
ラン DMC をアグレットがリスペクトしているのはもう当然のことですよね。いや、ようやくつながりました。伝説が多すぎてね、ここまでが長くなっちゃいましたが、このとんでもないグループとの公式なコラボですからね、これは本当にすごいことです。新しくアグレットに興味を持ってくれる人も増えるといいですね。今回のコラボイベントはジャムマスター J の誕生日1月21日に合わせて行われます。実は J は2002年にレコーディングスタジオで銃撃にあって亡くなってしまったという、これまた衝撃的な最後なんですが、この偉大なグループに、そして特に J に敬意を表して彼の誕生日に行われるコラボドロップとなります。このドロップでは J とラン DMC の伝説にインスパイアされたシューズやアパレルが発売されます。こちらの金ピカジャラジャラネックレスにレトロなラジカセがついたジャケットは NFT 購入特典の一つとのことです。実はもうすでにラン DMC をモチーフにしたシューズはアグレットのゲーム内にあってですね、この靴見たことある方も多いと思います。一応靴紐はついているので、今回完全に紐なしパターンが来るかどうか注目していたんですが、来ましたね。バッチリ紐なしのシューズも登場します。ジャムマスター J にインスパイアされた特別な NFT と4足のシューズということで、おそらく真ん中のものが NFT でしょうね。それからラン DMC になりきれるアパレルもたくさん用意されています。これ帽子とサングラスセットになってるんですね。 NFT は高いと思いますけどね。他のシューズやアパレルはありのままの普段着を好んだラン DMC らしくお手頃な値段だといいですね。スニーカーファッションの元祖とも言うべきラン DMC との豪華コラボは日本時間では1月22日日曜日の朝8時からです。さて話は変わりまして次のトピックです。アグレットのリリースから1000日目を記念して1月7日からスタートしているトレジャースタッシュからの NFT ハント、皆さんもうゲットされましたか？このイベントはトレジャースタッシュから NFT をゲットできるというもので、まさに歩いて NFT をゲットする待ちに待った機能となります。この記念 NFT はご覧の通り50種類全部で1000個用意されていて、デザインもレア度もバラバラになっています。数が少ない NFT 引けた人めっちゃラッキーですよね。本当ならここで私がゲットしたのはこちらですってどうやりたかったんですが、風邪ひいててほとんど歩けてなかったので、まだ私はお目にかかれてないんですよね。ですので、すでに NFT を引き当てた幸運な視聴者の皆さんにスクショや動画をお借りしております。スタッシュからはこのように金の箱で出てくるんですね。動画のものはダビッドさん、スクショは左から順に銀桃さん、ともさん、シュータさん、おめでとうございます。いや羨ましいな。なんかこうね、ツイッターとかディスコードでいろんな人が引き当ててるのを見てると、なんかもう無理かなって思いそうになるんですが、諦めるのはまだ早いですよ。運営さんからすでに出現済みの NFT の種類とそれぞれの数について集計結果が公開されています。こちらはディスコードの1000日記念のチャンネルで公開されていますので、気になる方は毎日ここをチェックしてみてください。1月18日早朝時点の集計を見てみると、まだ半分も出てないんですよね。意外と残ってますよね。画像に手書きの書き込みですみませんが、各種残りの数を載せてみましたのでご参考にしてください。さすがにバッジサイズが小さい上の段の方の NFT は残り少なくなってきていますが、まだまだ誰にでもチャンスがありますのでね、後半戦も諦めずにスタッシュを開けていきましょう。では最後にサクッと今後1週間のスケジュールを確認しておきます。今月はどのドロップも予定されているものは朝8時で固定となります。この予定されているドロップ以外にも、今週のどこかで事前予告なしのショックドロップもあるとのことです。公式のディスコードやツイッターで目の絵文字が投稿されたら、間もなくショックドロップが来るという合図です。タイムリーにそれを見れたラッキーな方はぜひショップを覗いてみてください。1月19日木曜日はミッドウィークフィッツドロップ、アパレルの発売ですね。次に1月20日金曜日朝8時からはデイブズギャラリー公式のディスコードサーバーで配信されます。
ます。そして1月22日日曜日は前半でお伝えしたラン DMC とのコラボドロップです。今回は即完売するものが多いと思いますのでアラームセットをお忘れなく。そして1月24日火曜日はクリエイターズドロップです。最初にお伝えしたようにどのクリエイターさんの靴が採用されたのかの発表がドロップ直前の早朝になってしまったので、朝起きてみてのお楽しみという毎週ドキドキのイベントになりました。そしてもうすでに発売後にはなりますが、1月17日に採用されたクリエイターさんについて作品とご感想を簡単に紹介させていただきたいと思います。右の作品ゴッホの作者はペドロ・サム・カストロさんってお読みするんですかね。ディスコードのアカウントや SNS などが見つけられなくてごめんなさい。ゴッホの特徴的な油絵の感じがよく表現されていますね。そして左側は今回初採用となったきなこさんの作品マーブルパターンです。きなこさん初採用本当におめでとうございます。率直に言ってびっくりしています。前もってお知らせなどはなく、発売開始前にオープンチャットのメンバーさんのコメントで採用されたことを知りました。最初は嬉しいよりもびっくりして何が何だか状態でしたが、靴のデザインを始めてからの目標がアグレットを通じて出会った方々の棚に一足でもいいから飾ってもらいたいと思い必死にデザインしてきたので、その目標を達成できてとても嬉しかったです。31のアイスクリームを見てマーブル柄の靴があったら可愛いかもと思いデザインしましたとのことです。早速棚いっぱいに飾ってくれている方もいらっしゃいましたよね。とても積極的に作品を投稿されていますので、皆さんぜひ今後もきなこさんの応援をよろしくお願いいたします。では次にクリエイターズマウスのセミファイナリストとしても記憶に新しいブーストゴッドさんの作品ウィンタースポーツです。ブーストゴッドさんまたまた採用おめでとうございます。コングラチュレーションズ。とても感謝しています。大好きなコミュニティを通じて自分の作品を世界的にシェアできることで心の平穏を得ることができました。このコンセプトは自分自身への挑戦から生まれました。12月の15日間1日1足ずつ靴を作ること、そして冬やクリスマスを取り入れたそれぞれ異なるものであることが条件でした。このシューズのデザインはウィンタースポーツがベースです。スキーを紹介したかったので小物を取り入れることにしました。靴の前面には滑り台のようなレールがあり、中央のスウッシュの周りを滑っているように見せたかったのでスキー場にあるような小さなオレンジのマーカーをつけましたとのことです。ブーストゴッドさんもこの15日間チャレンジの後もずっと継続して作品を投稿されています。ツイッターでもよく公開されていますのでぜひフォローして応援をよろしくお願いいたします。ブーストゴッドさん、きなこさんのツイッターは概要欄に載せておきます。いつも通りスケジュールを日付順に並べておきました。こちらはツイッターの固定コメントの方に画像を上げていますので簡単なものですがよかったら画像を保存してご利用ください。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット習慣を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ダボダボパンツにジャラジャラネックレスつけてみようか。ハグコいかついな。でもまだやっぱりストリート感は足りへんから週末にアパレルお買い物しよっか。